自称理系女なんでデータに基づくリアルな時計のランキングを紹介したいと思っていて見つけました。題してリアルな時計ブランド人気ランキングで、今回はみんな大好きなランキング形式でお送りしますが、最初に引用元のデータに触れようと思ってまして、目次を作ってあるので結果だけが気になる方は適宜スキップなどやってください。で、引用元のデータについてなんですけど、スイス時計協会 FH のもので2024年にインターネット上でアンケート調査をしたようです。じゃあ何をもってリアルな人気なんだってところなんですけど、まずそのアンケートで20万円以上の時計を購入したことがあるのかっていうのを聞いていまして、回答者17,287人のうち 9.4% にあたる1630人が購入したことがあるって回答してるんですよね。9.4% って多いのか少ないのか、どうなんでしょうね。だいたい10人から11人に1人ですか。意外とそんなもんかもしれないですね。高級時計がガチで好きな人以外でも、就職とか結婚とかそういう人生のイベントで一本いいものを買うみたいな人が多そうですし、いいところなのではないかと。話がそれてしまいましたが、その1630人がですね、一体どのブランドの時計を所有しているのかっていうのを聞いていて集計しています。つまり今回のリアルな人気時計ブランドランキングっていうのを言い換えるなら、20万円以上の時計を買ったことがある人の所有率が高い時計ブランドのランキングってことなんです。てなわけで前置きはこのくらいにして早速やっていきましょうか。Watch Review Association Popular Watch Brand Rankings No.10 Hermes。 バーキン、ケリーといったバッグやシェーヌ・ダンクルが人気のエルメス。色使いなどポップな要素もありながらとても上品なデザインが特徴で、最近は H08 など時計好きにも刺さるようなモデルを発表しファンを増やしています。ますます勢いを増すエルメスが10位にランクイン。 No.9 グランドセイコー。日本の時計ブランドのトップに君臨していると言っても過言ではないグランドセイコー。2020年に発表したエボリューション9シリーズは GPHG のメンズウォッチ部門賞を受賞。今世界的にも存在感を高めているグランドセイコーが9位にランクイン。 No.8 ブルガリ。イタリアのラグジュアリーブランドブルガリ。ブルガリの時計といえばブルガリで、ジェラルド・ジェンタがデザインしたブルガリを代表するモデル。イタリアらしい艶やかな雰囲気があり、男女ともに人気のあるブルガリが8位にランクイン。 No.7 シズン。日本を代表する時計ブランドシズン。コストパフォーマンスの高さも魅力ながら、年差1秒の精度を誇る最高峰のエコドライブザ・シズンも人気。幅広いファンに愛されるシズンが7位にランクイン。 No.6 カシオ。こちらも日本のブランドのカシオ。耐衝撃防水性に優れた最強のタフウォッチ G-SHOCK は世界中の人々に愛されています。時計の概念を覆した壊れない伝説を作ったカシオが6位にランクイン。 No.5 カウティ。王族セレブリティに愛されてきた世界有数の高級ジュエラーカルティエ。タンクシリーズやサントスシリーズなど時計界を代表するアイコンを擁し、上品でありながらジュエラーとは思えないクオリティの高さが魅力。そんなパリのエスプリを感じさせるカルティエが5位にランクイン。 No.4 タグホイエ。創業当初からクロノグラフを得意とし、モータースポーツとの深いつながりを築いてきたタグホイヤー。世界初の角型防水自動巻きクロノグラフのモナコは機能とアイコニックなデザインが相まって人気を博しています。その他彼らアクアレーサーなどたくさんの人気モデルを擁するタグホイヤーが4位にランクイン。 No.3 セイコー。正確な腕時計の原点、世界初のクォーツ腕時計を開発したセイコー。アストロン、プレザージュ、プロスペックス、クレドール、キングセイコー、セイコー5など幅広い価格帯の魅力的なモデルがラインナップされています。世界に誇る日本の総合時計メーカーが3位にランクイン。No.2 オメガ。
スイスを代表する名門ブランドオメガ、 NASA の公式装備品として月面に到達した唯一の腕時計スピードマスターを筆頭に、ダイバーズウォッチの定番シーマスターやドレスウォッチのデビルなど人気モデルが多数ラインナップされています。さらに高アクシャル脱進機など独自技術でも業界をリードする存在、そんなオメガが2位にランクイン。 No.1 ロレックスでしょうねいやロレックスといえばデイトナ GMT マスター2、サブマリーナーエクスプローラーなどなど、全てのモデルが代表モデルと言っても過言ではありません。そしてオイスター、パーペチュアル、デイトジャストといった世界初の実用的な機能を開発したというところも魅力の一つ。実用時計の完成形、そんなモデルを生み出したロレックスが納得の1位にランクイン。はい、ということなんですけれども、いかがでしょうか。私はこの並びを見てですね、割と納得感がありましたし、順当かなと思いましたね。それでただランキングを紹介するだけでもあれなので、ここからはちょっと考察といいますか、私が思ったことを話してみたいと思います。それでこのランキングを見てですね、人気になるブランドのポイントが3つあるだろうとそう思ったんですよ。その3つのポイントなんですけど、まず1つ目がですね、実用性の高さですね。上位に入っているセイコー、カシオ、シチズンなど日常使いに強いブランドが目立ちますよね。耐久性、精度、使いやすさ、どれも時計は道具であるという本質をしっかりと抑えているブランドです。特にセイコーやカシオは気軽にガシガシ使えるっていうことで複数本所有している人も多いですよね。あとはロレックスとかオメガなんかも機械式の中でも実用性を重視しているブランドですし、そういう意味で使いやすいブランドが多いなっていうのが印象的でしたね。続いて2つ目のポイントなんですけど、価格帯のバランスですね。ランクインしているブランドは比較的手の届きやすいモデルをラインナップしていることが多いのかなと。もちろん高額なモデルがあるところもありますが、例えばロレックスだと資産として買われるっていう背景もあるんで、単なる憧れではなく実際に手にする人が多いことがポイントなのかなと。オメガやタグホイヤー、ブルガリ、カルティエも機械式の中では中堅どころといいますか、高いですけどでもまだ比較的手に届きやすい価格帯でもあるので、初めての高級時計としても人気なのかなと思いましたね。そして最後3つ目のポイントなんですけど、アイコニックな代表モデルの存在ですね。やっぱりあの時計が欲しいと思わせてくれる象徴的なモデルがあるかどうか、これが所有率に大きく関わっていますね。例えばロレックスならデイトナ GMT マスター2サブマリーナ、オメガならスピードマスター C マスター、カルティエならタンクサントスなどなど、こうしたブランドの顔ともいえるモデルが、しかも複数あるようなところがユーザーの心を掴んでいて強いのかなと、そんなこと思いましたね。はい。ということでまとめると、このランキングの上位ブランドに共通しているのは実用性の高さ、手に届く価格帯、そして誰もが憧れるアイコニックモデルの存在。つまり使える、買える、語れる、そんなリアルに選ばれている時計たちが人気を集めているっていうことなんですね。はい。そんな感じでこのランキング締めたいと思いますが、今回の内容みんなの時計選びのヒントになれば嬉しいです。ということで今回はこの辺で。暑すぎてしんどいね。いやー、ちょっとした雑談なんですけどね、私時計を買うためにお金を貯めたりしてるわけなんですが、そのための第一歩ってことで収支をですねつけていて、まずはお金の出入りを把握しようと思ってやっているんですけどね。で、私ここで散々時計の値上げがえぐいっていうことを言ってきたんですけど、それどころじゃねえ。というのも、分かってはいたんですが、食費がえぐいって思っているより出費が多くてですね、そんなに贅沢はしてないんですけどね、お米の高騰とかもありましたから、そんなこんなしている間にまた定価が上がってみたいなことになったら、ほんま泣くに泣かれへんわってことで、それではまた。